まあ心の奥底にあるのはもちろん勝ちたいっていう気持ち。この3年目はもうしっかりみんながやれることをやって、24時間をどんな結果であれ終わらす。想定タイムと想定燃費っていうのはもうドライバー、メカニック、全て今共通で共有しているので、本当に車に傷つけないで走ることができれば多分おのずと結果出るんで。ただまあ本当のこの3年目のシーズンの本当の目標っていうのはシリーズチャンピオンだと僕は思ってるんですよね。FF ってちょっと固定観念でコーナーリングマシンではないイメージはあるんですけど、いやこの車はかなりコーナーリングマシンに今なってるので、楽に運転できる、ロングで楽に運転できる、そういうセッティングを向こうよりからやってきたので。ただ違うのはここに書いてる、20キロ20キロ10キロと、たくさんサクセスウェイトを積んでるんで、それによるバランス変化っていうのは多少あるんですけど、でもそれも、悪い方向には行ってなくてすごいいい方向に行ってるので、十分戦えるマシンの仕上がりになってると思います。前回鈴鹿のフリースティント目から起きた振動っていうのは、ドライブシャフトの、焼き付きだったんですけど、今回は初めて、そのドライブシャフトが行ってしまったんですけど、それもドライブシャフトの加工方法だったり、グリスだったり、そういったところを今回変えて、それで挑んでます。去年は雨で、霧かな、霧で長時間のお休みがありましたし、その前も雨だったりだとか、あとはミッショントラブルで、走り続けることができないような状況だったのが、今回初めて24時間ずっと走り続けることになるかなと思っているんで、かなり厳しい戦いになると思っています。この車は本当にまっすぐ速いんですね。でそのコーナーリング中にパワーをかけるとやっぱものすごいこのブーストがかかって横に滑るんで、そこのタイミングが難しい車両で、僕が今まだちょっとこう探ってる感じなんですけど、そういう意味では車は速いので、しっかり自分がコーナーリングで旋回させてこのパワーをうまく生かせたらこういうタイムにもしっかりつながるので、このことを会話をしながらちょっと行きたいなっていう気持ちでいます。多分もうそれでちょっと自分でリズム狂っちゃったんでしょうね。で次の週ゆっくり温めてもう一周行ったら、今度は A コーナーでフルカウンターからの飛びでやってしまったと。ピットにあともう1回できますかって言ったら、あと5分あるから大丈夫だよって言ってもらってアタックしたんですけど、もう時すでに落ちてし、自分はドキドキ、もうリズム狂わず散々です。なるようになるっすね。24時間のレースなんで、予選なんてほんの一部なんですよ。
そうですね、そこが本当に油断できないところではありますね。やっぱり車の仕上がり、もちろんそれはスピードっていう部分もそうですし、今までいろんなトラブルも出てきたことをいろいろ改善してきたので、そういう耐久力っていう部分も、パフォーマンスは全てアップしているんですが、やっぱりその2つ挙げた今のスピードと耐久力っていう2つの要素の中ではやはりスピードっていう部分はかなり上がってる。なので今までの、茂木と鈴鹿ような、スプリントに近い形のレースでは、かなり僕たちは他のチームよりも有利に立っていたので、そこが少し怖い部分ではあるなっていうのは正直あるので、ちょっといかにそこをしっかりコントロールして24時間戦うかっていうところがポイントになってくるかなと思います。S クラスと R クラスの方は A グライダー、B グライダーともにワンセクリート、きれいに作りで変えて選びまして、予選想定今回やってないので、その中ではドライバー2人とも、よくタイムを出してくれたなと思ってます。やっぱりレギュラーメンバーは走ってる量が、臨時メンバーと違いますし、なんでその間を取ってデータを共有したりとか、いろいろ僕なりに教えさせてもらって、チーム全体の総合力上げることを意識してます。そのおかげでFP ではみんな同じようなタイムで同じような燃費で走ることができていると思うので、それをしっかり結果につなげていきたいなと思ってます。思ったよりは結構FF のその特有の立ち上がりのアクセルオンな感じとかもだいぶ違ったので、最初はちょっと合わせるのに苦労したんですけど、今は割と慣れてきて、ある程度うまくは走れてるのかなっていう感じで。本当に小松父とそっくりな、もうマジで兄弟かなと思うぐらいそっくりですね。喋り方も似てるし、背も一緒だし、もうそれこそうちの息子もノーミスで、助っ人が足引っ張るようなことはあってはならないと思うので、そうですね、一応あれですね、前回テストで、初めて乗って2周目にはもう勝ってたんで、基本的には全然もう楽勝です。はい。最年長になってしまった僕の立場としては、僕は見守るっていう立場で、参戦しながら、美味しいところだけいただこうかなっていう考えでやっていこうかなと思っております。開幕戦の頃から比べてもその使う工具だったり、タイヤに入れるカラーだったり、そういったところの改善も進めているので、単純に作業がしやすくなっている。あとはお店でも練習はしてますし、サーキットに来たら必ず練習は進めているので、そのあたりの熟練度は少しずつ上がっているのではないかなと思います。私は車の、コンピューター、主に車体側なんですけれども、油圧だったり水温だったり、そういうコンピューター関連をしっかり見て、異常がないか24時間しっかり走りきれる、異常があったらもうすぐに対処できるように、そこを見据え見て24時間しっかり走りきれるようにしたいと思っております。
ということで、スタートは、ドライバーの小松父親の方がまあ私スタートしますんで。このチーム来て初めてスタートをやらせてもらうんですけど、まあ24時間なんでもう安全に帰ってくるっていうだけの仕事なんで適任だと思うんで僕がスタート行きます。どうですか、意気込みは。まあそうですね、まあ多分負ける気はしないので楽勝だと思います。はい。中島さんは意気込みは。ね、今回はみんな速いので、僕が乗るときまでたくさん2ラップか3ラップぐらいマージンを取っていただいて、僕は悠々とパレードランのような走りをしたいと思ってますね。まあ富士24時間はね、もう3回目となりますんで、僕らのチーム、まあここで結果は残したいっていう意気込みもあるんですけども、まずはしっかり完走して自分たちのやることができれば、ある程度結果は出てくると思いますんで、頑張りたいかなと思っております。じゃあ締めで、三井選手にお願いしたいかなと。はい、去年は本当にみんな悔し涙流したワンレースだったので、どんな結果であれ今回は笑顔でみんな終われるようにね、この全員でチーム全員で協力して頑張りたいと思います。はい、じゃあこのメンバーで頑張ります。よっしゃ。この週スタートです。この週スタートです。スタートラインまで追い越しですので気をつけてください。小林さん、いい滑り出しですよ。その調子で確実に行きましょう。本当に車に傷つけないで走ることができれば多分おのずと結果出るんで、もう誰にも触られないように走りたいなと思うんですけど、でもなおかつやっぱレースアップで大事だと思うんで、そこを気使うこのバランスが、結構不安です。はい。ガラス割れた、リアガラス割れた、意味のなくリアガラス割れた。リアっていうのは、リア、ゲートのガラスですか？イエス。何もしないのに割れた。ただね、普通に走れるので、オレンジボール出るまではこのまま行きます。ストレートで確認、ストレートで確認。現状走ってていいんだったら走るとりあえずダメだったら別に剥がれて飛んでくだけだからなんで言っちゃう全然本当に予想してなかったこと起こってるんで、
まあちょっとなんかこう複雑な状況ですけど。じゃあこの週ピットインお願いします。私30年ぐらいレースやってるんですけど、リアガラス割れるっていうの今までなかったんで、ちょっと驚きですね。燃費削ってった方がいいんだよね。別になんか削らずにもっとペース上げてって言われたら多少できるけど、どっちの方がいい？いや、まあ車を置いてあるためにペースは上げない方がいい。まあでもここからちゃんと走っていけば、まああと24時間後までちゃんとみんながやることであれば、まあ全然結果が出てくる範囲だと全然思ってるから、まだまだ全然いけると思います。三井選手は今、快調なペースで泳いでくれてるので、自分もうまくバトンもらって次の小出選手につなげるように頑張りたいと思います。頭から入っていいよ、頭から入って。ブレーキ踏んでます。お疲れ様です。24時間無事に事故なく
終わることができて本当に良かったなと思ってます。序盤のあれはなかなかな試練だったと思うので、あれをこなして24時間、今回すごく長かったと思うんですよ。いつにも増して長いこの24時間を走り抜けることができたっていうのは、やっぱり僕らの力がアップしてたっていう証拠でもあるし、あとはやっぱり周りもすごくレベルアップしていて、まだまだ僕らももっと成長する余地があるのかなというか、成長していかないと次また勝っていけないなというのを実感した戦いだったかなと思ってます。とはいえ本当に事故がなかったっていうのが良かったなと思っておりますので、本当に皆さんお疲れ様でした。